こんばんは、不動産モフです。今日ですね、私のことを長年ずっと誹謗中傷してきた相手をですね、特定できて、それで今日ですね、和解することができました。で、そのことについて解説していきたいと思います。本当はこの動画を撮るべきかどうか非常に悩みました。で、今本当にですね、誹謗中傷が社会問題になっていまして、ここを取り上げるのはですね、自分自身もこれはあんまり取り上げたくなかったので、苦しい思いもあるんですけれども、でもやっぱり誹謗中傷に苦しんでいる方がですね、多くいらっしゃると思うんで、そういった方のために少しでも役に立てればいいなと思って、今日動画を作ってます。で、これ再生数稼ぎとかではないので広告はつけないようにしています。で、今日の内容なんですけれども、まず誹謗中傷をですね、受けた場合どうしたらいいのか、私のですね、弁護士さん、担当してくださった、藤吉先生にですね、この後インタビューですね、一緒に対談する形になって、受けた場合、本当ね、どうしていいのか、本当不特定多数、誰だかわからない人からずっと攻撃されるっていうね、こういう苦しみを、受けた時に、どうすべきなのかっていうね、解説していきます。で、その後、最後ですね、実際に僕が相手をですね、特定するためにどうしたらいいのか、これね、結構ややこしくて、なかなかイメージ湧かないと思うので、図解でですね、詳しくわかるので、この対談の後にぜひですね、最後まで動画を見てみてください。こんばんは、不動産モフです。今日はですね、誹謗中傷をずっと私10年間実は受け続けていまして、すごい実は悩んでいたことがあります。この度弁護士の先生に、相手をですね、特定していただいて、10年間ずっと悩んでたところが、相手が分かって、無事にですね、今回和解することができて、書き込みをですね、止めていただくことができました。それでは藤吉先生、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。弁護士の藤吉と申します。私はですね、一応 YouTube もやっておりまして、モフモフ不動産ほどの登録者は全然いないんですけれども、弁護士として業者と戦ったりとか、ぼったくりバーに潜入したりとか、そういった動画を普段しておりまして、弁護士の業務としては、インターネット上の誹謗中傷の問題を主に扱っておりまして、記事の削除であったりとか、投稿者を特定したりとか、そういったことをメインにやらせていただいております。ありがとうございます。それでは、早速始めたいと思うんですけれども、まず、誹謗中傷を受けてる人が、結構悩んでる方も多いと思うんですけども、そういった場合に、どうやって何からまずするのがよろしいんでしょうか。ネット上っていうのは、いろんな書き込みがあるので、例えば自分が表に出るようなことをやっているような場合っていうのは、一定の批判を受ける立場であるのは、これはやむを得ないとは思うんですけれども、どうしても耐えられないというものがあったら、まずは投稿時間とどこに書かれたかっていうことを分かるような状態で保存をするというのが一番いいと思うんですよね。例えばどんな感じのことをす例えばればいいんですけど、でしょうか。ツイッターであれば自分のことを誹謗中傷しているツイートがあったら、まずそこのツイートをクリックすると、何時何分っていうことが出てくるので、それを映した状態で Google の Chrome とかであれば PDF にしたりとか、あとは携帯であったらそこの部分をスクショしたりして、あとは URL が分かるような状態で保存しとくというのが先ですかね。一番最初にやるべきことです。一番最初に、じゃあ URL と書き込みの時間が分かるような形で、何らか PDF とかで保存しておくのがやることってことですね。そうですね。はい。それが分かったとしたら次どうするべきなんでしょうか。これご存知の方もいるかもしれないんですけれども、誹謗中傷を書いた人を誰だか分かりたいという場合、例えばその記事が消えればいいっていうだけであれば、できるだけ早く消せば他の人に見られる可能性っていうのは非常に低くなっていくので、もちろんその方がいいとは思うんですけれども、特定のしたい場合っていうのは、どうしてもその記録を、サイトの管理者とか、プロバイダーとかが保存している期限っていうのは決まっているので、少なくても書かれてから3ヶ月以内ぐらいまでに裁判まで持っていく必要があるんですよね。たった3ヶ月ぐらいなんですかね。そうですね。はい。プロバイダーによってもちろんアクセスログの情報を持っている期間っていうのがちょっと異なってはいるんですけれども、大抵がソフトバンクとか NTT ドコモ、KDDI ってこの3つの携帯電話が書き込まれることが大部分なので、そうするとその大手の3社っていうのは大体 3ヶ月ぐらいなんですよね、保存期間。なので書き込まれてからもちろん自分でやるという方法もあるんですけれども、自分でやってるうちに期限が過ぎちゃう可能性もあるので、できる限り早く弁護士に相談をすると。PDF とかを持って相談するっていう。そうですね。はい。たった3ヶ月という期限があるので、できる限りこういったことをやっている弁護士に頼むことが必要かなと。あんまり手続きとか知らない弁護士とかに行っちゃうと、頼んでる間にもう期限
限が過ぎちゃったりする可能性とかもあるので、そこからまあ、サイト側からまあ、アクセスログを取って、で、そこからまあ、プロバイダーを特定して、プロバイダーに対して裁判して、で、判決が出るという一連の流れをすると、全部でやっぱり半年ぐらいは特定までにはかかると思っていたので。例えばもう本当1年前のなんか誹謗中傷の書き込みを見つけた。じゃあもう PDF とかスクリーンショットで撮ってるよって言ったとしても、それがどこの誰だか保存されてないか分からなくなっちゃうっていうことですよね。分からないと思います。はい。まあ本当に地元とかにあるちっちゃいプロバイダーとかであれば、1年ぐらい保存しているようなところっていうのもあるはあるんですけども。そういうことですね。僕も最初全然知らなかったので、スクリーンショットを撮ってれば何かあった時に証拠になるんだって思われてる方多いと思うんですけれども、証拠にもできないし、誰が書いたかすらわからないってことですよね。そうですね。うちの事務所にも来るのも結構2、3年前に書かれたやつの相談とかも来るんですけれども、まあほっといたっていうよりは、むしろ今になってその2、3年前の書き込みを見つけたということもあるんですけれども、そこで見つけたとしてもなかなかもう遅いと。まあ、もちろん本人の責任では全くないんですけれども。そうですよね。はい。はい。例えば書き込みとか悩んでる場合なんですけども、どっから誹謗中傷になるんですかね。結構その批判と誹謗中傷の線引きってもう明確に決まってるわけなくてこうグレーだとは思うんですけれども、どの辺からであればその誹謗中傷として裁判とかで認められる可能性があるのでしょうか。誹謗中傷と批評批判の線引きっていうのはおっしゃるように非常に難しくてですね、その中でもまあ分かりやすい大雑把な例えとしては、まず事実無根のことが書かれていると。例えばですけど、まあラーメンが美味しくないとかっていうことであれば、そのお店の一般的な感想として批評批判にとどまるんですけれども、ありもしないラーメンの中に虫が入っていたとか、そういう事実無根のことであればかなりの確率でいける可能性が高いと。でもう一つはプライバシーをこう必要に暴いとかですかね。やっぱり誰しも人に知られたくないことってあるので、例えば自分の血筋であったりとか、あとは特殊な性癖であったりとか、よく言われるのが同性愛とか、あとは在日であるとか、そういったことって、もちろん大雑把に自分が公開しているような場合はいいんですけれども、人には一般的には公開してないようなことであれば、プライバシーの侵害になると。これが2つ目の類型ですね。でも事実であったとしても、もうプライバシーを暴いてこうみたいなことは、一般的には、開示が認められる可能性があるってことですね。そうですね。先ほどの事実無根のこととは異なって、プライバシー侵害っていうのは事実であればあるほど侵害の度合いが大きいので、逆に事実でなくても、他の人が見れば事実っぽく見えるようなことっていうのはプライバシー侵害にはなると。あとはですね、一般的な感想でも度を超えた批評批判の場合ですね。例えば、ラーメン美味しくないぐらいだったらいいんだけども、吐きそうな味だったとか、汚い言葉で罵るような形の対応であれば、ただこれの線引きもなかなか難しいので、これは裁判官によってやっぱり分かれたりはするんですけれども。でも可能性としてはあるってことですよね。あります、あります。はい。私が手掛けた裁判の中でも、女性が、一般的に外に出るような職業の人だったんですけれども、クッソブスと書かれたものは認められました。そう。それも一回書いただけでもそういう可能性があるってことですか？そうですね。基本的には、一個一個の書き込みについて違法性があるかどうかを判断するので、書き込みが何回あるとかそういったことは、関係ないですね。そうです。開示をするかどうかっていう判断基準としては関係がないと。ただ同じ人が何度も何度も書き込んでたら、それは慰謝料の金額っていうのは上がるとは思うんですけれども。慰謝料には来るけど、開示に関してはもう、一件ずつ判断されるべきものですよってことですね。はい。例えばもう本当にこいつクッソブスみたいなことを書いたとしたら、ある日突然弁護士さんから問い合わせが来て訴えられる可能性はあるってことですね。あります。と思って書いた方がいいってことですね。もし本当にするとしたら。はい。結構よく一回しかやってないとか、他の人も同じようなことやってるみたいな書いてる人からの意見っていうね、ネットとかでよく見るんですけれども、でもそれも一回だろうが何だろうが関係ないってことですもんね。そうですね。例えばなんですけれども、ある人を話題の中心にしたときに、その話題の人を例えばちょっと侮辱するようなあだ名をつけたとするじゃないですか。あだ名で呼ばれることがもう、そのインターネット上では当たり前のようになってたとしても、あだ名を別の人が使ったとしたら、その人も違法な書き込みになる可能性はあるので。そうなんですね。周りが言ってよはもう関係ないわけですね。そうですね。たまたま自分が対象になって開示された場合は、自分のところに来てしまうと。そうです。インターネット上に書く上はもう責任持って、自分が発信してるんだよってことを意識しておかないと、今後はよりまずい方向に行くかもしれないところですね。はい。藤吉先生のところでは、相談とか乗っていただいたりとかできるんですかね？
そうですね。書き込まれた方に関しては、はい基本的には無料ではい受けたまっておりまして、相談は。で、あ、その後そうなんですね。に本当に法的な手続きを取るのかどうかっていうのは、どれだけ金額がかかりますよということを示していただいた上で考えていただくと。そういうことですね。はい。で、最近はちょっと誹謗中傷問題がすごい取り上げられているので、うん自分が書いたものが法律的に違法なのかっていう問い合わせも増えているんですけれども、うちの事務所では書き込んだ側からの相談は有料で受けたまっております。そういうことですね。はい。わかりました。じゃあ誹謗中傷を受けてる人は、とりあえず、まず、藤尾先生の方に相談することは無料でできるよってことですね。そうですね。どれぐらいの費用感なのかとか、はい、概要欄にリンクを貼っておきますので。はい。ありがとうございます。はい。で、結構、本当に訴えたりとか、これぐらいで裁判できるのかとか、わからない方もすごい多いと思いますし、今日は本当に短い期間でログがなくなってしまうよってことなので、そういったことも知らない方も多いと思うんで、困ってる人ってもう本当にね、やっぱ僕結構精神面強い方なんですけども、今回のこの10年前から書かれてることに関しては、むちゃくちゃやっぱダメージが大きくて、やっぱり得体の知れない方からずっと粘着されてるっていうのは本当に刺されるんじゃないかぐらいのことを思うわけですよね。なぜここまでずっと追いかけられるのかとか、で、今回特定していただいた方も全然自分と接点がほとんどない方で、記憶にもほぼ残ってないような方だったので、名前ぐらいしか覚えてないぐらいの感じだって、面識はあったってことですかね。面識はありました。はい。なので、その10年間、誰が書いてるのかっていうのをすごい会社の人なのかとか、その友達なのかとかいろいろ考えていったんですけれども、全く予想外の方でしたね。で、10年間。それも半年に1回とか書かれるんですよ。思い出したかのように。その書き込み気づいた時には、すべて時間切れになってしまってましたと。たまたま、今回10年前からやってる人が結構頻繁に僕が YouTube やってることを見つけて書き込み始めたのを年末に見つけてから初めて今回タイミングつかめたっていうところあって、藤尾先生にですね、お願いさせていただいた感じですね。だから本当10年来トップクラスに悩んでることでしたね。しかも誰にも相談できないみたいな結構深い悩みですね。モフ不動産の場合だと、チャンネル登録者数が20万人いるわけじゃないですか。少なくても20万人の人が喋ってる姿を見ているわけじゃないですか。それでもやっぱり誹謗中傷っていうのは非常に心に来るものなんですかね。今回のケースに関しては、僕個人になんか相当なんだかわからないけど恨みみたいなのが持ってるみたいなのは一番答えますね。なるほど。誰だかわからないけれども非常に恨みを買われているような、内容だったと。そうですね。わからない人から、なんかあいつは大したこと言ってないとか、顔が怖いとかですね、そういうのはほとんど気にはならないんですよね。本当にセミナーとかやるときも、刺されるんじゃないかみたいな、告知するわけじゃないですか。自分がここの日にここに行くよみたいな、身体的な恐れっていうかですね、その辺が本当に怖いですね。そういうのとか、あとなんか事実無根で詐欺だとか、あいつは人を騙してお金を儲けてるみたいなことに関しては、放っておいたら、それがどんどん火のないところに煙が立たないから、なんたらかんたらとか言ってくる人とかいるんですよね。逆にその煙が出てるような状態を放っておくと、なんか本当に火ついちゃうみたいな感じに今なっているので、自分のビジネスを脅かしたりだとか、自分の身体とか、そういったところになんか恐怖を感じる内容は本当辛いですね。今は、その方ともう1名、今も特定して裁判とかを進めたりとか、その人は逮捕されたりしてるんですけども、そういう自分個人を本当になんかやってくるみたいな人は恐ろしいですね。YouTube やってる分にはいろんな人に見られるんですけれども、それ批判はある程度いろんな人から言われるっていうのはもう大丈夫ではありますね。やはり定期的にエゴサとかしたりもするんですかね。その10年間、僕は全然有名になる前からずっと書いてる方がいたので、その人の尻尾を捕まえたいなっていうふうに本当ずっと思っていたので、それは本当タイムリーに書き込みを見つけるしかないんですよ。そうなんですよね。今のどうしても制度っていうのがログの保存期間みたいなことを定められている法律がないんですよ。本当に書き込んだのを見つけた瞬間ぐらいにやらないと、誰が書いたのかっていうのが一生特定できないということになるので。だからそれも今回もたまたま検索してるうちに、見つけることができたので、解決までできたわけなんですけれども、多分やってなかったら、もうこれ多分10年、20年続いてたわけで、そう考えるとやっぱり定期的に
チェックせざるを得ないなっていうところですね。本当は見たくもないんですけどね。10年間書き込んでた人とは無事に和解してもう二度と書き込まないということに約束はしていただいたので、事実無根ですよっていうので和解書をもらえるってことですもんね。はい、人生の中の大きな悩みは解決したので。20万人いてもやっぱり誹謗中傷って人をこう苦しめるんだってことを安易に書き込んじゃう人にはね、本当に分かってほしいんですよ。で、そのためにもう今日僕の方からもこうぜひ対談させてくれということをお願いさせてもらったんですけど、もちろん匿名でやっていろんな意見が出るからこそ面白いという面があるのはしょうがないんですけれども、そうは言っても書かれていい人なんていうのはいないので、そこはたくさんいろんな方からそういう悩みを相談されてるってことですもんね。そうですね、はい。今までどれぐらいの方が相談来られてるんですか？相談自体はもう2000件ぐらいはあるんじゃないですかね。もうそんなにあるんですね。はい。その中で扱ったのはもちろん、それでも数百ぐらいはあるので。それだけ悩んでる方が多いっていうか、もう本当に一般化しちゃってるってことですよね、今。この後ちょっとどういう流れだったかって、解説するんで、詳細そっち見ていただきたいんですけれども、2回裁判を3ヶ月以内にしないといけないっていうところがあるので、ハードルは高いですね、今の。そうですね。サイトによっては、ログ情報だけは裁判によらず開示してくれるところはあるんですけれども。そうなんですね。はい。はい。でも、プロバイダーに対して契約者情報を開示しろっていうのは、2段階のうちの2番目ですね。2番目はかなり裁判しないといけないという確率が高いので。そうですよね。はい。なので、ちょっと誹謗中傷がやっぱりなくなって、多くの人が普通に生活できるっていうところをですね、特にいろんな方が困ってる人多いと思うので、これからもちょっとまた何かあったら相談させてください。いつでも遠慮なく。はい。それでは本当今日どうもありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。最後何か一言ありますか？ぜひ、20万人の方が私のチャンネルを登録していただけると嬉しいです。はい。それでは、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。で、それではですね、問題の概要をですね、もう一回復習しておきますと、10年以上前からですね、私の個人攻撃がずっと始まっていました。で、すべて事実無根でですね、ちょっと内容はですね、差し控えさせていただくんですけれども、稀にですね、半年に1回ぐらい書き込まれているような状態でした。なので、相談してもすでにログがないからっていうことで、書き込みを見つけた時点では、どうすることもできないというですね、情報になっていると。で、もう全くですね、心当たりがなくって、もう本当に怖いですよね。自分のことを10年以上ずっと監視してるだかわからないんですけれども、書き込みを続けるわけで、その執念というかですね、本当にそこまで来ると、やっぱ自分は誰だかわからないのでですね、刺されるんじゃないかとか、やっぱ僕ですらやっぱそういう不安があって、セミナーとかもあまりできればやりたくないっていうのは、こういうのも不特定多数の場合に出たくないとか、個人情報であんまり僕が出さないようにしてるんですけども、こういう経緯があって、出すことによって、そういう人にですね、特定されてしまって、また攻撃されるんじゃないかっていう不安がものすごい実はあります。なので、ほとんど僕、過去の情報出してないんですけども、こういった経緯が実はあったりします。で、じゃあ、特定どうやってするべきなのかっていうのをですね、ちょっとわかりやすく解説します。で、例えばSNS とか何でもいいですけど、とりあえず掲示板だったとして、今回どうっていうのは別に言わないんですけれども、例えば掲示板だったとした場合に、書き込みを発見しましたと。その時にどうしたらいいかっていうと、やっぱりスクリーンショットと、あとURL とですね、あと日付をわかるものを、PDF に保存しておくってね、先ほどインタビューでおっしゃってましたけども、しておいて、で、弁護士さんに相談すると。無料相談でもいいので、特定できますでしょうか。これ中身によっては特定できない可能性もあるので、で、そこは専門の方に聞くのがいいと思います。で、自分の場合も藤井先生に聞いてですね、で、それで、これが、開示できるような内容であるって判断されれば、裁判所にですね、開示請求を、かけてくれますと。で、それが通れば、会社にですね、開示しなさいっていうふうに裁判所から命令みたいなのが出ることになります。これちょっとあくまで僕全てを流れ把握しているわけではないので、概要なのでイメージとしてですね、こういう流れですよっていうのを覚えておいていただければいいと思います。で、開示してですね、で、それでログが残っていれば、この人がですね、スマートフォンとか何かを使ってここに書き込んだよっていうところがあるので、通信してるのはどこかっていうのがわかるんですよね。例えば携帯だったらドコモなのか au なのかソフトバンクなのかとか、あとさらに IP 情報っていうのはここで初めてわかりますと。で、IP っていうのは住所みたいなものですかね、イメージ的には。IP っていうのもこれもね、動的に時間によって誰が使ってるっていうのが変わったりするので、誰がいつ使ってたかまではこれだとわからない感じになってますと。で、ここで鉄道会社が分かれましたと。例えばどっかのですね、一番シェアが多いのでドコモだったとして、ドコモに対
対して今度は、開示請求をですね、またかけると。で、ドコモさんとこういう、この接続回数と IP がもう分かってるんで、この人は誰なのかっていうのをですね、教えてくださいっていうのを、開示してもらうと。で、それで、判決が OK 出れば、ようやくですね、書き込み者の、個人情報が分かります。で、ここで注意必要なのは、ここのIP と接続会社が、大体3ヶ月ぐらいとかですね、もう会社によって違うらしいんですけども、消えてしまうんですよね。でもし、ここが残ってたとしても、今度こっちが消えるんですよ。ここが誰が使ってたか、その IP が誰が使ってたかわからない。これ、いわゆる住所みたいなものなので、そのマンションの部屋のこの時刻に誰が住んでたかっていうのがわからなくなるようなイメージですね。この時刻に誰が書き込んだかっていうのはわからない。で、時間が重要っていうのは、この時間にこの人が使ったよっていうのがですね、特定紐付けるっていうことが重要になるので、特に時間とかですね、重要になっている風にします。なので、こういったですね、ネックがある。なので2回ですね、裁判やって少なくとも、その書き込みの人にたどり着くためには2回ですね、やらないといけないです。もし相手が分かったらどうかっていうと、今度はですね、弁護士さんが相手にして、交渉ですね、交渉すると。和解ですね。違約金、お金払うのかわかんないです。もう二度と書き込まないのかですね。交渉内容によると思うんですけども、無事和解できれば、それで、和解で終わりになります。今回は、事実無根であるっていうことと、あと、今後二度と書き込まないよっていうこととかですね。そういう諸々条件で、和解、することが決まりました。決まったばっかりなんですけども、今、そういう状況ですね。で、もし和解できなかったとしたら、もう裁判するしかないので、民事ですね。損害賠償っていうことで、お金を求めるのと、あとは、本当に悪質な場合は、警察にですね、行って、刑事事件として扱ってもらうように、被害届とかを出すっていう形になります。今回に関しては結構被害届としても、受理されるレベルの内容だっていうふうに、弁護士さんからお伺いしてます。なので、そういうですね、こういう流れになるってことなので、そうすると、またさらに裁判しないといけないですね、ここで。で、しかも裁判で勝っても、相手からお金を取れるかどうかっていうのはわからないし、すでに2回裁判やらなきゃいけないで、かなりお金がかかってしまうっていう風になります。非常にですね、ハードルが高い状況になるので、ほとんどの人は、泣き寝入りだったりとか、僕はもうたまたま書き込んだ直後ですね、10年かかったんですけども、捕まえることができたので、今回特定できるに至ったっていう風になるんですが、ログの期間が短いので、消えてしまうんですよね。例えば1年前に、書いた書き込みが、これ誰かっていうのはもう、誰もわからない、特定できない風になってしまいます。で、少なくとも2回裁判しないといけないし、時間がですね、かかる。今回のケースだと、僕は、書き込み発見したのが12月末とかなので、だいたい6ヶ月かかってますね、和解までに。6ヶ月弱ですね、かかってる形になるので、かなり、時間がかかるっていうことになります。これ多分早い方だと思われます。で、最後にですね、まとめなんですけども、今回、誹謗中傷悩んでる方も多いと思うので、そういった方に少しでも役に立てばいいなと思って動画を撮りました。なので、悩んでいたら、周りの方とかですね、弁護士さんとか、そういう相談するとこがあると思うので、一人で悩んでいてもですね、なかなか解決する問題ではなくって、スルーすればいいじゃないか、みたいな話はね、言う方いらっしゃるんですけども、スルーしたところで、10年ね、続いてるケースもあったりとかするので、何も解決してないですし、その噂がですね、事実無根の書き込みが多いと、それが本当になってしまうようなケースもですね、スマイリー菊池さんとかですね、殺人犯にしてあげられたりとかしているので、本当にですね、難しいです、対応が。ほっといてもダメだし、対応したら対応したら今度それで、さらに炎上してしまう可能性もあるので、本当センシティブな問題だと思ってます。今後、少しでも社会が良くなって、誹謗中傷ね、する人がいなくなれば、本当にハッピーですし、それをね、防ぐような社会の仕組みになっていけばいいなと思ってます。今後も自分にはね、そういうの来るのかもしれないんですけれども、なるべくですね、そういうのはないような、世界を、望んでいますので、ちょっと今回、頑張ってこういう動画を撮りました。それではですね、本当に最後までご視聴ありがとうございました。引き続きですね、役に立ったらチャンネル登録をお願いします。普段は、経済とか株式投資とかの YouTube やってるんで、役立つ情報発信でよかったら見てみてください。それではありがとうございました。